大久野島は、うさぎまみれの可愛い島だが、かつては、大久野島と呼ばれ、心霊スポットとして恐れられた。突如、日本地図から消され、地元の広島県民でさえも知らない、幽霊島だったのだ。山陽新幹線で行く場合は、三原で降りて、瀬戸内さざ波線こと、呉線に乗り換える。ちなみに、三原市はタコが有名で、三原市は本当に良い。三原から電車で約25分、忠海駅に到着。しかし、悪天候で大久野島への船が欠航。晴れの日にリベンジ。ものすごい船への行列。フェリーで15分。地図から消えた大久野島に到着。船を降りて島に入ると。ありがとううさぎ。瀬戸内海には、様々な猫島がある。手島を義島目義島直島真鍋島さなぎ島青島岩井島、などだ。しかし、うさぎ島はここ、大久野島だけだ。大久野島が突然、地図から消えたのは昭和初期だ。昭和4年までは島内に住民がいたが、強制退去させられた。そして、毒ガス製造に関する施設が建てられた。生産された毒ガスは、6616トンで、普通のスイカの130万個分の量だ。ここで働く男女は、延べ6500人以上いたが、作業中での事故や防護物資不足などから、ほぼ全員が被毒し、命を失う者もいた。そのため、心霊スポットの噂もあった。そんな施設とは、つゆ知らず。現在では、900羽ものウサギが住む、平和な島だ。ここまで増えたのは、1971年に、小学校で飼っていた、8羽のアナウサギを放したのがきっかけだ。アナウサギはその名の通り、穴を掘って巣を作る習性がある。ところで、ウサギ好きのあなたは、相当変態かもしれない。ウサギは寂しいと、死んでしまうどころか、激しい縄張り争いをする。縄張りを示すためには、自分の匂いをつける必要があるが、なんと、飛びながら放尿する。いわば、飛びしっこだ。うんこを食べないと死ぬウサギ。主食が草のウサギの場合、草を食べてもほとんど消化できないが、体の中の細菌により作られた栄養が含まれた柔らかな盲腸便をする。ウサギはそのまま肛門から直接、盲腸便を食べる。それが消化されて、よく見かけるコロコロして丸い最終的なうんこをする。普通、動物の発情期には周期があるが、ウサギと人間には発情期がなく常に発情している。そして、ウサギは妊娠中でも、新たに妊娠ができる離れ技を持つ。しかし、子育ての時間は短く、1日1回か2回のみ10分程度授乳する以外は、子ウサギと離れて過ごす。つまり、ウサギは飛びしっこをし、うんこを食い、子育てもろくにしないで、交尾に明け暮れる、とんでもない変態なのだ。長い耳して嫌だな。飛びしっこしたら、ズボンが濡れてしまった私から、チャンネル登録をお願いします。